はい、こちらが前回購入しましたハイブリッドインバーターです。ちょっとね、製品に不具合がありまして、このままではね、使用ができないので、次のやつを購入したんですけれども、現在ですね、ちょっと見えづらいかな？大丈夫かな？今晴れてるんですけれど、発電はしていまして、発電した分はですね、しっかりと充電できています。なので、チャージコントローラーとしてはね、このまま、使用することがね、できるんですけれども、せっかくのハイブリッドインバーター、何がハイブリッドというかというとですね、こちらはですね、チャージコントローラー機能とインバーター機能、それからですね、見るとちょっとわかるかな。商用電源ですね。グリッド電源を接続することでですね、もしバッテリーが低電圧になった時に商用電源に切り替わるという。こちらがね、交流電源のアウトプットなんですけど、こちら通常バッテリーの電気を使っている時はですね、12V。これ 24V の仕様なんですけれども、2つ直列してありますけど、ここから 100V に変換した電流が出てきます。で、バッテリーが低電圧になってしまった時には、こちらにね、今、ここ線刺さってませんけれども、接続してませんけれども、商用電源をね、接続しておくと、バッテリーが低電圧になった時に、この機械が自動的に商用電源に切り替えて出力してくれるという、そんな機械です。これがね、ちょっと調子が悪く、多分初期不良だったんだと思うんですけれども、今回ね、違う製品を購入してみました。違う製品ね、こちらにあります。今日はですね、これを、付け替えまして、この新しい機械のテストをしていきたいと思います。ドドン、こんな感じです。前回のね、購入したのね、こんな感じだったんですけど、冊子もね、ちょっとね、コピーして作ったような、マニュアルでしたけれども、今回ね、今開封したところなんですけれど、きちんとですね、こういう、バーコード管理されているですね、テストレポートですね、きちんと入ってまして、全部パスしましたよっていう、こういう証明のねレポートが入ってます。でユーザーズマニュアルもですね、きちっとした印刷物になってまして、ケーブルのね接続端子も丁寧に、同梱されていました。でしっかりとですね、サイドにはこういったですね品番ラベルも貼られています。前回購入した他メーカーのね機材にはこういったものも入ってませんでしたので、ちょっとね、そちらのメーカーがやっぱりあまりいいメーカーではなかったのかなという印象があります。こちらのねメーカーは、きちんとこういったシールも貼られてますし、テストレポートもありますので、いいメーカーかなと思います。今回購入したのね、この SRNE というね、ちょっと読み方わからないですけど、こちらの会社のものになります。ちょっとだけね、今カバー開けてみたんですけども、ちょっとね、しっかり作ってある感じがします。で前回のはね、この底面にですね、ケーブルの接続ポートがむき出しのまんまだったんですけども、今回のカバーの中に入ってまして、カバーを押したら接続部分がね外に出ないような構造になってます。ちょっと見えづらいかもしれないんですけど、ここですね、このケーブルの接続ポートなんですけれども、だいぶ太いですねケーブルが使えるような構造になってます。前回のはね結構細いケーブルしか入らなかったので、より線がね
直に入るような構造にはなってなかったんですけど、これですと太いケーブルもそのまま入るような構造になってます。はい、今回、テストなのでですね、ちょっとこんな感じで壁に、かけてみました。これからね、バッテリーを接続していきたいと思います。はい、ではね、ここのカバーをね、外してみます。はい、接続口はね、ここと、それからバッテリーはね、ここにつなぎます。で、こちらが、ですね、パネル、ソーラーパネルの接続口になってますね。こちらが、入っていた付属のね、ビスになります。こちらですね。ちょっと今回ですね、端子の大きさが大きいんですけれど、これね、ビスがすごく小さいので、もう少し穴が小さい端子をね、使った方がいいと思います。今回はね、テストなのでこのままやっちゃいますけど、もしご自身で購入されて取り付ける場合には、もう少し穴の小さい端子を使ってください。で、以前はですね、ここ接続するときにですね、抵抗などね、使わずにこうつけてしまってたんですけど、これ火花がパチッといってしまうので、少しですね、抵抗を使ってあげて、火花が飛ばないようにしてあげたいと思います。はい、ちょっとね、テストなので、こんな感じで雑になってしまってますけど、こんな感じでね、出来上がりました。じゃあ次にですね、パネルの入力の、こちらがね、もうこれパネルが接続してありまして、もう発電してしまっているのでね、ビニールテープしてありますけど、こちらにね、つけていきたいと思います。でこのようにですね、右側がマイナス、左側がプラスです。通常、太陽光パネルのね、接続するものっていうのは、直流のものは左側がマイナスになってるんですけども、今回ね、ブレーカー等はつけずにですね、直接つけてしまいますけど、ブレーカーのプラスマイナスがね、逆のことがありますので、ブレーカーつける場合は、昨日ですね、撮影していたところですね、途中で SD カードがいっぱいになってしまって、撮影がね、切れてしまっていました。で、配線が途中でね、動画止まっちゃってるんですけど、その後の配線のね、後の状況をお伝えしたいと思います。ですね、こちらが商用電源の、インとアウトになってるんですけれども、左側が商用電源のインです。イン側ですね。入力側になります。今回、分電盤から引き込んでいるわけではなくてですね、下のこちらのコンセントから、入力取ってますので、途中にブレーカーつけてません。このコンセントのね、先、分電盤側に、ブレーカー入ってますので、ここには特につけずにコンセントから入力取りました。で、こちら側がアウト側です。出力、AC の交流電源のね、出力になります。こちら、F ケーブルで接続して、ブレーカーをつけて、その先、コンセントタップになってます。で、こちら側が、太陽光パネルのね、入力側ですね。で、こちらバッテリーにつながってます。今回テストなので、ちょっと壁に仮付けをして、鉛のね、ディープサイクルのバッテリーをつないで、テストしていきたいと思います。で、昨日はね、ここの接続まで行きました。で、今晴れてまして、太陽出てますので、これからこちらのね、設定のセットアップをしていきたいと思います。チャージのね、モードが、バッテリーにチャージするモードが、4つあります。一番最初がですね、ソーラーパネル
ソーラーパネルからの電流を、有線にバッテリーに充電して、例えばパネルがトラブルあったり夜になった場合に商用電源から充電するっていうモードですね。で、次は逆に商用電源をメインに、商用電源が、何かトラブルがあった時にソーラーパネルから充電するモード。それからですね、ソーラーパネルをメインにして、ソーラーパネルからのね、例えば曇りだったり雨だったり、電力が足りない時に、交流電源を、商用電源を併用してバッテリーに充電するタイプ。もう一つ目が、最後ですけどね、パネルのみからソーラー発電のみをバッテリーに充電するというモードの4つがあります。で、今回ちょっと迷ったんですけれども、あまり交流電、商用電源をね、使いたくないので、パネルのみの充電ということで、要は4番目の、設定で、チャージ設定でね、いきたいと思います。で、今度はですね、出力側ですけど、出力が、パネルの電源がメインで、これがね、パネルが電力発電しなくなった時に商用電源を使うっていうタイプですね。で、次が逆にですね、商用電源をメインに使って、商用電源が切れた時、例えば停電になった時にバッテリーから出力する。まあ、パソコンの中で使うUPS がですね、このモードで動作するようになってるんですけれど、もう一つ目はですね、バッテリーをメインに、電力を利用して、バッテリーの電圧が下がった時に商用電源に切り替わる。このタイプですね。なので、今回は、こちらのね、3番目のモードを利用してやっていきたいと思います。パネルから充電して、バッテリーから使うというパターンですね。で、バッテリーが低電圧になった時に商用電源に切り替わる。こちらで、設定していきたいと思います。はい、こちらがですね、パラメータセッティングの01。これが出力側のね、設定なんですけど、デフォルトはですね、先ほどの、2つ目ですね。商用電源メインで、商用電源が切れた時にバッテリーを使うっていうモードがデフォルトになってます。なので、まずですね、これを、3つ目ですね。バッテリーメインの、設定にしていきたいと思います。こんな感じですね。01、パラメータセッティングの01ですね。これを SBU に設定します。で、セットですね。出力が 120V になっちゃいましたね。ちょっと電圧のところがね、わからないんですけれども、先にですね、チャージの設定をね、先したいと思います。パラメータのね、06ですね。これを OSO というところですね。OSO。06の OSO。Only PV ですね。太陽光発電の、エネルギーを使って充電するにしています。で、セットです。今点線がですね、太陽光パネルのところから点線になってますので、太陽光パネルからチャージをしているという状態ですね。バッテリーの電圧は 26.8V、26.7V ですね。今ね、ここの出力が 120V になってるんですけれど、さっきね、バッテリーから、エネルギーを取り出す設定にしましたので、これで今 120V になっているんですけれど、これを 100V にする設定をしてみたいと思います。今回のマニュアルのパラメータセッティングのね、番号は37までしか番号が振ってないんですけど、
こちらのね、設定ボタンでいくと38まであるんですが、その上もあるのかな。38までですね。38が 120V と記載されてますので、表示がありますので、多分これが出力電圧の可能性がありますので、こちらをですね、100に下げてみたいと思います。ダウン。下げられませんね。はい、やはり 120V 出てしまっていますので、これをね、100V まで下げるようにしていきますね。はい、いろいろですね、調べまして、なんとかですね、100V に設定ができました。38番までありまして、38番の設定で 100V に落とすことができました。最初ですね、電源を入れたまま、操作していまして、120V から 100V まで落ちなかったんですけれど、下の電源ボタンですね。電源ボタンをオフにして、この設定を行ったところですね、無事に 100V に落とすことができました。はい、このような形で、かなり正確に 100V ですね。99.9 から100.1 っていう感じなので、ほぼ 100V になってます。これ 5V 刻みで設定が可能なので、100V、105V、110V と設定が可能になってます。まずはですね、冷蔵庫とかですね、パソコンのモニターなどを電力消費させて様子を見てみたいと思います。はい、今、冷蔵庫を起動させてみました。冷蔵庫とですね、パソコンのモニターが2台、こちらの電源から電力を供給しています。ちょっと分かりづらいかもしれないですけど、消費量ですね、数%、こちらがですね、電力消費している形になってます。ファンは回っていないんですけれども、ちょっとやっぱり発熱があるようで、天面がですね、若干暖かいかなという感じです。今日気温はそんなに高くないんですけれども、冷たくはないという感じですかね。前面のパネルとかサイドパネルは冷たい感じなんですけど、熱上に行くので、上がね、暖かくなってるっていう感じですかね。ファンは回ってません。で、液晶パネルなんですけど、液晶がですね、通電時にでも、液晶が消えるようになってます。消費電力をね、抑えるために、いいんじゃないかなと思います。現在まだね、チャージランプついてますので、太陽光のね、発電して、チャージして、AC アクティブになってます。エンターを押しますと、このように通常に表示がされるようになってます。現在ね、25.0V までバッテリー電圧落ちてます。はい、現在ですね、バッテリー電圧が 22V、停電圧アラームがかかっています。でデフォルトではですね、商用電源に切り替わる電圧がですね、23V のはずなんですが、23V で商用電源に切り替わらずに、22V まで落ちてしまいました。設定をね、確認しますと、この04、パラメータセッティングの04の電圧、今 21.8 になってますけれど、これがですね、23V のはずでした。ですが、今確認してみたところですね、21.8V になっていまして、この設定ができるのが、多分電圧が高くないとできないようで、今やってみたんですができませんでした。でですね、今 22V で 21.8V で
商用電源に切り替わるように設定になっていますので、このままですね、あと 0.2V ですね、下がるのを待って、商用電源に切り替わるかチェックしてみます。ちょうど今こちらにですね、動作確認中のパソコンを起動させてます。今アラーム鳴り続けてて、21.9V ですね。もう少しで商用電源に切り替わるんですけれど、商用電源に切り替わる際にパソコンが、寸断しないかどうか、どのくらいのね、秒数で切り替わるのかっていうのも同時にチェックできますので、このまま 21.8V で商用電源に切り替わるまで待ちたいと思います。はい、少し時間がかかりまして、今ちょうどですね 21.9V から 21.8V に落ちる瞬間という感じでしょうかね。21.8V のままになってしばらくすると商用電源に切り替わるのではないかと思います。切り替わる瞬間を収めたいところなんですけれど、ちょっと切り替わらないままですね。もしかすると低電圧のね、このアラームが鳴っている状態では、もしかすると商用電源にはね、切り替わらない可能性も、商用電源切り替わりましたね。今切り替わりました。わかりますか？パネルの方はですね、バッテリーの方に電源を供給されている形になってます。で、負荷の、使用がですね、商用電源から、バイパスモードになって電源供給されている形です。今パソコンの方はそのまま起動されているままなので、パソコン等の電源はね、消失せずにそのまま切り替わっているという感じですね。タイムラグ、ほんの100分の何秒という感じなのでしょうか。パソコン、通常通り起動したままになっています。今日は曇っているので、あまり早くは電圧回復しないと思うんですが、このまま、今度はですね 26V が回復の電圧に設定してありますので、 26V まで電圧が回復すると商用電源から今度バッテリーの電源、バッテリー電源ですね、バッテリーの電力を使うように切り替わると思います。はい、一夜明けまして、今日は晴天です。はい、昨夜の状態でですね、商用電源からバッテリー電源に切り替わる電圧のポイントがですね、26V とお伝えしましたけれど、ちょっと勘違いでですね、28V でした。説明書を確認したところ 28V になっていました。現在 26.3V ですので、あと 1.7V で回復ポイントに入ります。今日晴れているのでね、あと1時間ぐらいで回復ポイントの 28V まで電圧上がるのではないかなと思います。はい、28V を超えまして、無事にですね、バッテリー、それからソーラーパネルからの電力供給に切り替わりました。これでね、すべての動作確認が終わり、無事にですね、設定した通りに、動作しております。はい、というわけで今回ですね、約1週間かけてこちらのハイブリッドインバーターの動作確認をしてみました。今のところトラブルもね、何も問題なく使えてますので、それなりにね、使える商品じゃないかなと思います。
太陽光発電をされているうちで、フィットね、終了してしまって、売電価格が下がってる。蓄電池のね、導入を検討されている方も多いと思いますけど、一般的にね、家庭用の蓄電池、すごく高価です。で、システムがね、大きくなってしまうんで、工事代もね、結構かかってしまうんですけれど、こういった小さなシステム、1回路だけね、小さなバッテリーで1回路だけ蓄電するということも可能です。これ 24V のタイプなので、12V のバッテリーをね、2つ直列することで 24V のシステムを作ることができます。一般的な家庭ではですね、だいたい屋根の上に乗ってるソーラーパネル3回路から5回路ぐらい、回路があって、ソーラーパネルをね、つないでると思うんですけど、そのうちの1回路ですとか2回路を、こういったね、ハイブリッドインバーターに使うことで、バッテリーに電力を貯めて使うことができます。こういったものを導入をね、検討されている方に、参考になるようなね、動画になったらいいなと思います。この後もね、引き続きね、このハイブリッドインバーター使いながら、使用感ですとか、今まで分からなかった設定とかね、しながら次の動画作っていきますので、次の動画もご期待ください。